不動産屋さんの階段へようこそ。土地にはパワースポットもあれば心霊スポットになってしまう異道もありますが、なぜかダムの周辺でおかしな現象が起きやすい気がします。さて、これは東京にお住まいの男性、仮名ですが田村さんから伺った、まだみんながみんな携帯電話を持っていなかった頃のお話です。それは1999年の年明けの1月のことでした。当時田村さんは大学生で、故郷の山口県に帰省している最中、久しぶりに地元の友人2人と心霊スポットとして有名な佐波川ダムに肝試しに行ったそうです。田村さんと A 君 B 君の3人を乗せた車は夜中の1時ごろに現場に着きました。そこで3人は一番怪奇現象が報告され怖いとされる佐波川トンネルを歩こうということになりました。早速車を止めて外に出ると、辺りは真っ暗で凍りつくような寒さに感じたそうです。田村さんたち3人はダムの堤体の上に作られた道路をまっすぐ歩いていくと、前方にそのいわくつきのトンネルが真っ黒な口を開けて待ち構えていました。3人は一応持参した懐中電灯で足元を照らしながら臆せずトンネルに突入したそうです。ところが田村さんたちの期待とは裏腹に、特段怖い感じもなく、この短いトンネルを難なく通り抜けてしまいました。田村さんたちは少しがっかりして、なんだマジで心霊トンネルなどと言いながら出口の先に続く遊歩道を歩いていました。遊歩道の周りはうっそうとした森で真っ暗でしたが、誰も怖いとは思わなかったそうです。それよりも外気の寒さで冷え切っていた田村さんは、何もなさそうだから早く車に戻りたいなと思っていました。すると後ろの2人のうちの A 君の方がこの寒さでトイレに行きたかったようで、ちょっとごめんと言って道の端っこの茂みで用を足そうとしたそうです。そこで田村さんと B 君はいたずら心でちょっと怖がりの A 君をからかってやろうと思いました。おい、絵を置いてそっとここから逃げようぜ。そう2人で企むと、 A 君が背を向けて用を足しているうちに、今来た道を音を立てないように猛ダッシュで引き返したそうです。そして田村さんと B 君は車が止めてあるところまで一気に戻りました。2人は車に乗り込みエンジンをかけて、今戻ってきたトンネルにまた向かうことにしたそうです。というのも、車でトンネルを走っていれば自分たちがいなくなってパニクっている A 君は駐車場の方向に戻ってくるはずなので、すぐ見つけられると思ったからでした。それを見て笑って A 君を拾おう、そういう目論みでした。車でトンネルに入ると、ヘッドライトに照らされてゴツゴツのすぼりの表面が不気味に見えていたそうです。こんなところをさっきはよく歩いてたなと思いながらも、さてそろそろ A 君が見えてくるはずだがと田村さんたちは思いました。ところがトンネルを抜けてもそこには誰もいませんでした。あれ、 A のやつどこ行ったんだ、見過ごしたかなと言って少しバックしてみましたが、やはりトンネル内には A 君はいませんでした。田村さんと B 君は顔を見合わせて、おかしいな、あいつどこに消えたんだ、遊歩道の先に歩いていったのかな、そんなことを言いながら車でトンネルの先の狭い遊歩道を探しましたが、やはりその先には人っ子一人いませんでした。怖がりの A 君ですから、わざと自分たちを困らせて隠れたりするわけがないので、何度も何度も田村さんたちはダム周辺を捜索したそうです。
でもどこを探しても A 君はいませんでした。だんだん2人は焦ってきたそうで半信半疑でしたが、まさかあの世に連れて行かれたのかなと冗談を言いながら、内心はかなり心配になっていました。そしてかれこれ3時間ぐらい探し回ったということでした。ついにこれは何かとんでもなくまずいことに A 君が巻き込まれているのではと、事の重大さに気がつき、田村さんはもう警察に連絡するしかないよなと言って携帯でかけようとしました。ところが今はどうか知りませんが、当時はダム周辺は全く携帯の電波が届かなかったそうです。近くに公衆電話などあるわけもなく、どうしようということになりました。夜明け近くでしたので仕方なく少し走り回って一番最初に見つけた民家で電話を借りることにしました。事情を説明すると朝の早い民家の人はすぐ電話を貸してくれたそうです。そこで田村さんと B 君は警察に A 君の捜索をお願いしました。すると民家で20分ぐらい待っていると警察から折り返しの電話があり、友人の A 君を無事保護したと伝えてきました。これは余談ですが、後で聞いた話では田村さんたちは警察からからかって置き去りにした場所が場所だけにものすごく叱られたそうです。そしてよく聞くと友人の A 君はなんとダムから10キロも離れたところでこの寒さの中ふらふら半分よろけながら走っているところを保護されたということでした。なんで駐車場の方に向かわずにそんなところにいたのか田村さんたちはさっぱり分かりませんでした。最寄りの警察署で田村さんたちはやっと A 君と再会できほっとしました。でもその時 A 君は一晩中寒さの中を走り回って疲弊していたのか、顔がかなり青ざめていてどう見ても普通ではなかったそうです。そこであのあと一体何があったのか A 君に事情を聞きました。すると小声でぼそっと A 君は話し出したそうです。さてあの時 A 君が用を足して振り返るといつの間にか田村さんと B 君がいなくなっているのでキョロキョロ周りを見渡したということでした。A 君は最初は2人がからかって隠れてるなと思いました。でもすぐにああ2人とも森の中を通るこの遊歩道を先に進んでいったのかと当然のように思ったそうです。そこで A 君はトンネルには引き返さずに遊歩道の先を歩いていきました。でもしばらく行くと何かおかしい感じがしたそうです。彼らが通ったような気配がなく A 君は異世界に一人で進んでいるような感覚がしました。少し心細くなり引き返した方がいいかなと思った時でした。突然後ろから車のエンジン音が聞こえ、眩しいヘッドライトで辺りが明るくなりました。A 君は田村たちの車かなと思いすぐ振り返るとそこにはヘッドライトを上向きにして走ってくる友人の車が見えました。やっぱりあいつらだ。そう思った A 君は道の真ん中で彼らが車を止めるのを待っていました。ところが友人の車はスピードを緩めることなくまるで A 君が全く見えていないかのように突っ走ってきます。うわ、やばいと車が A 君にぶつかりそうになる直前で慌てて A 君は道路脇の茂みの中に倒れ込むように避けたそうです。すると田村さんたちの車はそのままのスピードで目の前を過ぎ去っていきました。A 君はもうすんでで引かれるところだったのであっぶねえなぁと腹が立ちましたが、信じられない、あいつらどうして自分がわからなかったんだろうととても不可解でした。
でも仕方がないので、どうせあいつら引き返してくるだろうから、駐車場で待っていたら戻ってくるだろう。そう考えたそうです。そこで A 君は一人で元来たトンネルに引き返し、サバ川ダムの駐車場に戻ったということでした。さて、駐車場で一人、寒さの中 A 君は田村さんたち二人の車を待っていました。わずかな街灯の下、駐車場の周りにある10メーターぐらいの木の下に立っていたそうです。寒いな、早くあいつら戻ってこないかな、と思っていると、突然 A 君の頭上の木がざわ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 と揺れ出しました。辺りは風が全くないのに、その木だけが揺れ出したのです。なんでこの木だけ揺れてるんだとびっくりした A 君はすぐ見上げたそうです。すると A 君の頭上の太い木の幹にブランブランと男性の足がぶら下がって揺れているのが見えました。それは泥だらけの作業着姿の男性の体でした。A 君は全身が凍りついて、視線がそのぶら下がった泥まみれの体からそらすことができませんでした。よく見るとその体には頭がなかったそうです。首から下の肉体だけが吊るされたまま揺れ動いていたのです。そのざわざわと枝を鳴らす音がまるで恐怖で硬直した A 君を嘲笑っているように聞こえました。どれくらい見つめていたのか、ついに A 君はうわーっと悲鳴を上げてその場から一目散で走り去ったそうです。そして狂ったように必死に走り回っていたところをパトカーに保護されたということでした。さて A 君の話を聞いて田村さんと B 君はにわかには信じられなかったそうです。でも A 君の話にはおかしな点が2つありました。なぜ田村さんたちが車で A 君を探しているとき、道路の真ん前に立っていた A 君が見えなかったのか、それも2人で前方を見ていたのに2人とも A 君には全く気がつかなかったそうです。そしてもう一つは、その駐車場の木に吊るされていた首なし遺体ですが、警察の話ではそんな遺体は発見されていないということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。